こんにちは、アレスチャンネルです。今回は引き寄せの教科書。著者の奥平亜美さんは引き寄せに関する本を30冊ぐらい書いている、その世界では有名な方のようです。早速見ていきましょう。人生は思い通り。人生は思い通りですと聞くとどう思いますか？そんなこと嘘だと思うかもしれません。人生には楽しいことも嫌なこともあるでしょう。あなたの不満や悩みは何でしょうか？上司が無理なことばかり言う。部下が全く使えない。夫や妻が自分のことを分かってくれない。恋人ができない。収入が増えない。人それぞれあると思います。例えば、あなたの上司が無理なことばかり言う頭の固い分からず屋で悩みの種になっているとします。あなたは無理なことばかり言う分からず屋だと思っていますね。そして上司は無理なことばかり言う分からず屋なわけですよね。どうですか？あなたの思い通りになっていますよね。自分のことでも同じです。一生懸命働いても収入が増えないという悩みがあるとします。あなたは収入が増えないと思っています。そして現実に収入が増えていません。また思い通りですね。そうです。現時点で人生はあなたの望み通りにはなっていないかもしれませんが、思い通りになっているんです。あなたが思ったように現実が作られているのです。人生が思い通りであると言われても、すぐには信じられないかもしれません。なぜなら、現実化しない思考もあるからです。逆に考えると、すでに現実化しているあなたの目の前の現実は、必ずあなたの思考から来ているということになります。現実を見て、これは思考と一致しているかなと考えてみることから始めましょう。例えば、あなたの勤めている会社はどうですか？配偶者や恋人、友人、住んでいる家はどうですか？経済状況はどうですか？意識を払っていない状態、つまり起こる出来事や目に入るものなど、外からの情報に思考と感情が反応するのを放置している状態ですと、無意識に思考している部分が多く、すべての現実とあなたの思考を結びつけられないかもしれません。しかし、あなたが自分でわかる範囲、自覚できるものだけでも、あなたの現実が驚くほどあなたの思考と一致していると気づくでしょう。例えば車について、私はうちの車を気に入っていないのだけれども、旦那が勝手に決めてしまった。車は私の思う通りになっていないわ。ということもあるかもしれません。その場合でも、その気に入らない車は、あなたが気に入らない車と考えていて、現実に気に入らない車として存在しています。そして、あなたが自分の車を気に入らないと考え続けている限り、あなたの家の車はずっと気に入らないままなのです。では、どうすれば自分の気に入る車を手に入れることができるのでしょうか？この動画を聞き終える頃には、あなたはその答えを手に入れることができるでしょう。さて、これまで人生の不満な側面について見てきましたが、人生の楽しい側面についてはどうでしょうか？あなたの好きなこと、楽しいことは何ですか？音楽を聴く、映画を見る、美味しいものを食べる、旅行に行く、ペットと遊ぶ。楽しいことには説明がいらないと思いますが、これもあなたが楽しいと思うから楽しいことになっていますよね。この動画では自分の望む人生を現実化する方法を紹介していきますが、練習をするにあたって、まず今現在目の前の現実と自分の思考が一致しているということを心の底から理解することが重要です。なぜあなたの思考と現実の一致が起きてくるのでしょうか？波動という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、
あなたは自分の体から外へ向かって常時目に見えない何かを発信しています。きっと一度や二度は誰かの視線を感じて振り返った経験があると思います。こうした経験から人間が目に見えない何かを発信しているということは感じていただけるのではないかと思います。この人間が発信している目に見えない何か、ここでは波動と呼びたいと思います。あなたが出しているこの波動に宇宙が反応します。良い波動はあなたに良い現実を引き寄せ、悪い波動はあなたに悪い現実を引き寄せます。宇宙はあなたの波動をそのまま映す巨大な鏡なのです。では、どうしてあなたが出す波動に宇宙が反応するのでしょうか。どこかで全ては一つだと聞いたことがあるかもしれませんが、それは言葉のあやではなく、本当に全ては一つなのです。あなたと宇宙は一体です。この地球にはたくさんの人や動物たちがいて、星もたくさん見えて、全て一つには見えません。でも、自分は何かとつながっているのかなと思ったことのある人は多いのではないでしょうか。今ここで全ては一つだと納得する必要はありませんが、現実は自分の波動を正確に移すということだけは覚えておいてください。あなたが出している波動はあなたが感じている気分や感情によって変化します。気分が良いときは良い波動、悪いときには悪い波動を出しています。自分が今いい気分なのか嫌な気分なのか、それはわかると思いますが、いい気分か嫌な気分かは何によって決まると思いますか。それはあなたが考えていることによって決まります。多くの人は自分の身に起こった出来事によって決まると思っているかもしれません。しかしそうではないのです。例えば仕事で嫌なことがあってそのことばかりを考えていたら当然嫌な気分になりますね。でも友人があなたを楽しいことに連れ出してくれて、その間は仕事のことを忘れ楽しいことの方に思考が向いていたとしたら、その間は仕事のことを忘れてあなたはいい気分になります。仕事で嫌なことがあったという事実は変わっていませんが、あなたの思考の向け方次第でいい気分にも嫌な気分にもなれるのです。また、まだ何も起こっていないのにもかかわらず、何かを考えるだけでいい気分にも嫌な気分にもなれますね。これはあなたの気分が起こった出来事ではなく、自分が選んだ思考によって決まるということです。思考から感情が生み出され、感情が波動を作り、波動が現実を引き寄せる。これが思考が現実化する流れです。これまで生きてきた中で、おそらくあなたは起こった出来事や周りの人の言動に自分の思考や感情を反応させてきたことでしょう。いいことがあったらいい気分になり、悪いことがあったら悪い気分になる。そして嫌なことがあったり嫌な人に出会うと環境を変えようと苦心してきたでしょう。しかし現実はあなたの波動を映す鏡です。鏡に映るものを変えるにはそれを映している大元を変えなくてはいけません。鏡の中を変えること、つまり他人の言動や出来事を先に変えることは不可能です。でも大元であるあなたの思考を変えることにより鏡に映る現実は変わります。あなたが現状を変えたいと思うとき、まず変えるべきなのはあなたの思考です。これは他人に合わせて自分の思考を変えろということではありません。あなたが良い波動を保つためにどれだけいい気分でいられる思考を選択するか、その思考の選択を変えるだけです。それは誰にも邪魔されません。
自分の頭だけで少し練習すればできるようになります。思考はあなただけのものであり、自由です。この動画で紹介する練習法に従って気分の良くなる思考を選択する練習をしていけば、それに伴って必ず現実が望む方向へ変わっていくのをあなたは目の当たりにするでしょう。個人差はありますが、そうなるのに長い時間はかかりません。誰にでもできる引き寄せの練習法1、良い現実の引き寄せ方。ここから毎日の生活の中でできる引き寄せの練習法に入っていきます。お金を使わないで生きていける人は少なくとも今の日本社会にはいないと思います。例えば、今は生活が苦しくて、もう少し余裕のある経済状態を望んでいるという場合、いきなり自分の経済状態は豊かだなんて思い込むのは無理ですよね。この場合、あなたがするのは自分の信じられる範囲で今の生活が苦しいという思いより少しだけ気分の良くなる考えを見つけることです。例えば、生活は苦しいかもしれないが、昔よりは良くなっているな。生活は苦しいかもしれないが、昨日食べたハンバーグは美味しかったな。とりあえず明日は給料日だな。のような感じで、今よりほんの少しで構わないので、いい気分になれる考えを探していくのです。自分の中で抵抗がない本当のことであれば何でも構いません。引き寄せの法則は正確に働きますので、あなたが少しでも気分が良くなっていけば、少し気分の良くなる現実が引き寄せられてきます。そして少し気分の良くなる現実が引き寄せられてくると、さらにそこから少しだけ気分の良くなる思考を選ぶことができます。このようにプラスの連鎖が始まっていくのです。何事も一気に到達はできません。この少し気分の良くなる考えを探すことは、やっているうちにだんだんと上手になってきて、現実が良くなるスピードもアップしていきます。長い道のりだと気負わないでゲーム感覚でやってみるのです。どうですか？これならできそうだと思いませんか？最初のうちはこんなことに何の意味があるのかと思うかもしれません。でも、生活が苦しいと思っていれば、現実になるのは苦しい生活だけなのです。思考をちょっと気分の良い方向に向けても何の損もありませんので、ぜひやってみてくださいね。引き寄せの考えで重要なところですが、自分にないものは引き寄せられません。自分が現実を作っているのですから。ですので、今の状態を改善したければ、今の中にいいところを見つけて、その中に幸せを感じる必要があるのです。そうすると、そこで感じた幸せが次の幸せを連れてきてくれます。少しずつ良い方向へ向かっていき、半年、1年後には大きな変化になっています。今より少しだけいい気分でいられる思考を選択する。これだけでいいのです。この基本をいつも意識して頭の中で実践してみましょう。会社が嫌で行きたくないという人は、行くのは嫌だけど営業の田中さんとは気が合うな。会社に行く途中のあの景色は気に入っているな。などと自分が抵抗を感じない範囲で少しでも気分の良くなる考えを見つけることができればいいのです。不満を抱いている現実に対して無理のない範囲で少しだけ視点をずらし、違う方向から見てみてください。あなたが不満を抱いている現状は、現状が先にあってあなたが不満を抱いたのではなく、あなたが不満を抱いたから現状がその通りに作られているのです。不満のまま何もしなければ、現状はずっとそのままです。
少しだけで構わないので、良い方向から現状を見て、少しだけいい気分になるだけで、そこから作られる現実は徐々に変化していきます。思考が現実を作っている仕組みにさえ気づけば、自分にとって良い現実を創造していくことができます。自分の思考を意識的に選ぶことによって未来を自分で作っていくことができるのです。起こる出来事に心が反応するままに任せ、自分の思考に注意を向けていなければ、思考は簡単にネガティブに傾きやすくなっています。人は悲劇のヒロインやヒーローを演じるのが好きな性質があるからです。自分をかわいそうだと思っていれば、同情して優しくしてくれる人がいるかもしれないとか、こんな環境だから仕方がないと自分を慰めることができるのです。でも、意識して思考を選択するように心がけると、どんどん気分の良くなる思考の選択肢というのが思いつくようになってくるものです。練習するうちにいくらでも思いつくようになっていきます。自分が心地よいと感じる考えを選択していくと、早い人で2週間、平均な人でも1ヶ月あれば、あれ？最近なんかいいこと多いな、ということをはっきり感じるようになっていきます。いい気分を感じていると、頭の上のザルの目が広がってくるので、受け取れるエネルギーの量が多くなるため、いいことが起こりやすくなってくるのです。また、そうなってくると、自分の思考が現実を作っているという、はっきりとした自覚ができてくるので、さらに思考に注意を払うようになってきて、良い連鎖が始まっていきます。この連鎖には終わりはありません。あなたの望みに応じて少しずつ良い現実が拡大していきます。いきなり10から100へはいけませんが、10から20、30と少しずつ現実に変化が訪れ、気づけば大きな変化になっているでしょう。また、あなたの現実の中で特に不満な面を改善したい場合には、頭の中で考えるだけではなく、書き出してみるとさらに効果的です。自分が不満を感じている対象に対して、あなたが少しでもいい気分になれる側面を書き出して読み返す作業をしてみてください。そして、意識せずに生活していると、ただ流れに任せた日々が過ぎ去ってしまいますが、その中で意図するということを取り入れてみてください。意図するというのは、例えば今日一日をどんな風に過ごしたいかを明確に宣言するということです。例えば、今日はどんなことでも楽しむぞ。今日はすべてのものに感謝の気持ちを忘れないぞ。今日は穏やかな気持ちで過ごそう。というような感じです。自分の願いが叶った状態をはっきりさせるのも大事ですが、それとは別に日々の生活で今日は会った人のいいところを見つけるぞ。というように毎朝意図してみてください。なぜ意図するのが大事なのでしょうか。それは意図することによってあなたの見えない世界の応援団が動けるようになるからです。応援団とはあなたの守護霊たちで、あなたの決定に従って動いてくれます。あなたの決定がなければ動けませんので、あなたが意図することが大前提です。意図した途端に助けてくれたり、ヒントをくれたりします。あなたが自分で決定するのが全ての始まりです。あなたの素晴らしい応援団をぜひ活用してみましょう。誰にでもできる引き寄せの練習法その2、望みの叶え方。ここからはもう少し具体的にあなたの望む現実の引き寄せ方を見ていきたいと思います。あなたの望みや願いは何でしょうか。はっきりと言える人は良いのですが、意外と少ないかもしれません。毎日の生活の忙しさで
自分の望みを具体的に考える余裕がなかったり、望みは分かっていても今の状況と程遠いため、できるわけないと自分の望みを押し殺してしまったりしているのです。自分より他人を優先して自分の望みだけ考えていいのかなと思う人もいますね。しかし、望みは自分中心に考えてください。なぜなら、あなたがあなたの現実世界を作っているからです。そして、あなたが幸せになることが他人のためにもなるのです。遠慮はいりません。思いっきり理想の自分や自分の望みを思い描いてみてください。ここで大事なのは、あくまで自分の望みを明確にするということです。なぜこれを強調するかというと、多くの人は誰かにこうしてほしい、あの人にあれをしないでほしい、などと他人についての願望を持っているからです。例えば、息子に家業を継いでもらいたい、夫に育児に参加してもらいたい、恋人にあれこれ言われたくない。これらは願望ではなく他人への要望です。他人にどうしてほしいというのをあなたが叶えることはできません。あなたはあなたの思考によってあなたの現実しか作れないからです。私を好きになってもらいたいというのは他人に対する要望で、願望とは違います。あの人に好きになってもらえるような素敵な自分になりたいと変換してみましょう。自分の望みを点検して、そこに他人に対する要望が混じっていたら、それはリストから外して、自分は本当は何を望んでいるのか考え直してみてくださいね。それを箇条書きにして書き出してみるのが望みをはっきりさせる良い方法です。自分の望みをはっきりさせたら、次にどうしてその願いを叶えたいのかを考えましょう。あなたの願いのどうしての部分。これがあなたの願いの本質。実は誰もお金そのものが欲しくて宝くじに当たりたいのではないのです。なぜそのお金が欲しいのか。何を手に入れれば自分は幸せになれるのか。これを考えるのが非常に大事です。そして宇宙に願いを放ってその願いが叶うとき、この願いの本質の部分が叶うのです。あの場所にこんな家を建てたいから宝くじに当たりたいという願いを例にとると、この願いの本質はあの場所にこんな家を建てたいということであって、宝くじに当たることではありません。この願いを宇宙に放った場合、叶うのはあの場所にこんな家を手に入れるということなのです。その手段として宝くじが当たるかもしれませんが、もしかすると親戚が譲ってくれるかもしれません。手段は自分では指定できないのです。あなたの願いのどうしての部分。これがあなたの願いの本質です。願いが叶うとき、このどうしての部分が叶いますので、自分の願いのどうしての部分を考えるのが大事になってきます。さて、あなたは自分の望みをはっきりさせ、その理由のどうしての部分を深く考えました。自分の望みのどうしてを考えるとき、あなたは自分の望みに焦点を当てています。望みが叶った自分をイメージしているのです。そう、理由を考えることで誰でもイメージングすることができるようになります。そして、これが願いを現実化させていきます。ただ素敵な家が欲しいでは、それを持っていない状態から欲しがっている自分が現実化されてしまうだけなので、より具体的にその願いが叶った状態を思い描き、叶った気分を味わいましょう。イメージングのポイントは、そのイメージの中に自分の姿を含めることです。
その情感を実感できるくらいになるまでイメージングしてみてください。ここまで願いの叶え方を見てきました。しかし、願いが強くなりすぎて、その願いが叶わなければ自分は幸せになれないというようになってしまうと、それは願いではなく執着に変化してしまっています。願いは願いであるうちは叶いますが、執着になってしまうと叶いません。願いと同時に執着を持ってしまうのは、人間だったらある程度は普通のことですが、願いよりも執着の気持ちが大きくなってしまうくらいなら、その願いは一旦忘れる方がいいでしょう。とは言っても、本当に欲しいものを忘れるなんて難しいですよね。では、どうすればよいでしょうか。それにはやっぱり今の自分に幸せを見つけることなんです。これは本当に逆説的ですが、あなたの望みが重要でなくなったとき、または自分がそれを得て当たり前だと思えるようになったとき、その時に願いは叶うのです。今の生活に幸せを見出せば見出すほど、願いが叶いやすくなるのです。そこで良い現実の引き寄せ、つまり良い気分になる思考の選択をするということが大事になってきます。願いとは別のところで、自分をいい気分に保つようにしたり、目の前のことに前向きに取り組んでいると、いつの間にか願いに近づいているのです。やはり基本ですが、今の自分の生活の中にいいところや感謝できるところを積極的に探しましょう。そして宇宙が願いを叶えてくれる、そのことを信頼しましょう。信頼できるようになればなるほど執着は減っていきますので、自分の生活をうまくいっているという視点で見るようにしてみてください。引き寄せを実践する上で大事な考え方を2つご紹介します。まず1つは、他人は変えられない。引き寄せの練習、つまりいい気分になる考えを選択する練習を始めると、自分だけの思考に集中しているときはそれほど難しくありません。しかし、そこに他人が絡んでくると少し難しくなってくることもあります。ですので、他人とはどういう存在か、また他人が自分に関わってきたときにどう対処するのか、基本を押さえておくことが大事です。あなたの思考はあなただけのものであると見てきましたが、同じように他人の思考はその人のものであって、あなたは入り込むことはできません。よって、あなたは他人に影響を与えることはできても、他人をコントロールすることは絶対にできないのです。その人の現実は、その人の思考が作るからです。その人の思考をあなたが無理やり変えることはできません。つまり、他人を変えようという試みは、できないことをしようとしているわけで、ただ無駄な労力を使って、あなたがストレスをためることになります。他人を変えたいというのは、その方が自分がいい思いができるから、というのが裏にある場合がほとんどですが、他人はあなたを喜ばせるために存在しているわけではありません。思考は自由です。あなたが何を考えようと、あの人が何を考えようと構わないのです。あなたが正しいということもなければ、あの人が間違っているということもありません。それぞれがそれぞれの世界を作り上げています。自分の思考が現実化するということを実感し始めて、自分の幸せは自分の思考の選択のみに関わっていると分かってくると、他人があなたに悪い影響を及ぼすことはないということも分かってくるでしょう。どんなことが起こっても自分の思考は自分で選択できるからです。このことをあなたが心から理解すれば、他人をコントロールしたいと思うこともなくなり、争い事も起こらなくなるでしょう。
もう一つは自分中心軸です。誰かのことを褒めるとき、このように褒めますよね。あなたのことを私は素晴らしいと思う。あなたのこんなところが私は好きだ。でも、批判するときというのは大抵こうなっています。あなたはあんなことするのやめた方がいいんじゃない？あなたのやっていることは間違ってるんじゃない？あなたの言っていることはおかしいんじゃない？あなたはこうした方がいいんじゃない？どうでしょうか？褒めるときは自分の感想、感情が中心になっています。でも、批判するときは相手の言動が中心になってしまっているんです。そして相手に相手の言動を変えてほしいと望んでいるんです。先ほどもお話ししましたが、他人は変えられません。ただ、あまりにこれを意識しすぎると、他人との関係においてバランスを取りにくくなるというのもわかります。また、相手のやることを何でも受け入れればいいのかというと、それも違います。では、どうすればいいかというと、例えば、他人があなたの気に入らない何かをしたとき、あなたのできることはこれです。あなたがあれをすると、私は嫌な気分になる。あなたがあれをするのを私は望まない。自分の感情を確認する、表現する。褒めるときは自然と自分の気持ちを表現しています。自分中心で考えています。なので、相手との関係もうまくいきます。でも、批判するときというのは、自分の気持ちを表現するより、相手に相手の言動を修正させようとしているのです。これはもちろんうまくいきません。誰かの言動で嫌な気分になったら、自分は嫌な気分だということを確認すればいいんです。面と向かって言える相手であれば、そう表現するのがいいでしょう。嫌な気持ちを持ったり怒ったり、人間だったら当たり前です。でも、それを相手のせいにしている限り、苦しくなるのは自分ですし、相手との関係もうまくいきません。他人の言動に対して自分はこう思う。あなたが他人に対してできるのはそこまでです。そこからいい気分に持っていくのは相手ではなくて自分の責任です。この自分中心軸というのは他人の迷惑も顧みないで好き勝手にやるということではなくて、常に自分がどうなのか、自分はどう思うか、自分はどうしたいのか、それを考えるということです。それによってあなたの人生が作られていきます。他人のことをいくら考えても自分の人生は想像できません。これが自分の人生に責任を持って主体的に歩む。自分で自分の人生を作るということです。相手のせいにせず自分中心で考え、それに沿って行動していけば、あなたはあなたの歩むべき道を歩いていくことができます。最後ですね。引き寄せの法則実践活用編。恋人とお金の引き寄せ方。まずは恋人。恋人が欲しいと思い詰めてしまうと、恋人がいないという現状の自分の思考を強化することになって、そちらが現実化してしまいます。恋人がいれば恋人が欲しいとは思いません。いないから欲しいと思うのです。ですので、恋人が欲しいということにとらわれるのは、私は恋人がいないと宇宙に発信しているのと同じなので、それが現実になってしまうのです。恋人が欲しい場合は、まず自分がどんな彼女または彼氏になりたいのか、それを想像して味わいましょう。相手は関係ありません。自分がどうしたいのかということです。恋人がいれば、あれをしてあげたい。
一緒にあそこへ行きたい。こんな風に恋人がいる自分というのを思考の中へ持ってきてイメージングしてください。さらに恋人がいたら感じるであろう楽しさ、愛されているといった感情を想像の中で味わいましょう。自分でまず自分を愛したり、楽しくしたり、前向きにしたりすることが必要なのです。そうして自分を輝かせていれば、おのずとそんな素敵なあなたに好意を持つ人が現れます。自分の望みを宇宙に放ったら、あとは自分がやりたいことをやっていれば大丈夫。趣味でも仕事でも何でもいいのです。やりたいことを始めれば自分が輝いてきますので、その過程できっと素敵なパートナーが現れるでしょう。現状、恋人がいようがいまいが、とにかく頭の上のザルの目をできるだけいっぱいに開いて、日々を生きていくことです。そうすれば必ず出会うべき人に出会い、その人だとわかります。また、特定の誰かに恋人になってほしいという場合もあるかと思います。でも、佐藤さんに自分のことを好きになってもらいたいというのは、他人にこうしてほしいと言っているわけで、これは叶わない望みです。誰かを好きになるなということではありません。誰かを好きになり、その人のことを考えるのは自分の望むものを見るということですので、望む現実の引き寄せにつながります。好きな人は好きだと思いっきり叫んでみましょう。そして好きな人を好きだと叫べるその幸せを感じてください。その幸せがあなたに幸せをもたらします。ただ、そこからその人にどうこうしてほしいと思い始めると、それは他人への要望であり、またその人でなくてはダメだとなってしまうと、それは執着になってしまいます。次にお金ですね。お金が欲しいとは言っても、本当にお金という紙が欲しいんだ。それさえあったら何かと交換できなくても幸せという人はあまりいないでしょう。お金が最終地点ではなくて、お金が欲しいのその先には自分の本当に欲しい何かがあるはずです。ですので、お金が欲しいだけでは願いが完成していないのです。必ずどうしてお金が欲しいのか、そこを考えて宇宙に望みを放ってください。また、どのくらいお金が欲しいかを考える際には、単にこれくらいの金額が欲しいではなくて、こうなったら自分は幸せだから、それにはこれくらいのお金がいる。この順序で考えてみてください。そうすると、多くの人は自分の欲しいものや経験と欲しいと思っていたお金の額が釣り合っていなかったということに気づくでしょう。大抵の人はそれほどお金がかかる望みを持っていないのにもかかわらず、大きな額のお金を望んでいるのです。これでは大きな額のお金が入ってくるはずはありません。現実はあなたの望みに比例して作られるからです。現状を見てください。自分が欲しいもので、自分が実現可能と考えているものと、あなたに入ってきて、そして出ていくお金の額は必ず釣り合っているのです。ですから、自分の欲しいもので、自分が実現可能と考えているもの、これを大きくしていけば、それにつれて出入りするお金の額も増えていきます。自分の望みに素直になって、お金がないからできないと考えるのではなく、お金がなくともなんとかなるかもしれないな、と気楽に考えましょう。そして、お金に関する抵抗をなくし、お金を望んだり、受け取ったりすることを自分に許すことができれば、入ってくるお金は自然と増えていくことが多々あります。ただし、
思考を強化して豊かさに関する波動を活性化しても必ずお金が入ってくるというわけではありません。あなたが欲しいそのものがお金を介さず直接手に入ることもあるからです。私も自分はお金を全く使っていないのに望むものを手に入れたという経験を何度かしています。お金が欲しいと思うことは楽しみが欲しいと言っているのと同じでとても素晴らしいことです。ただ、そのお金の先にある本当に自分の欲しいもの、したいこと、そのことを考えることの方が何倍も重要です。あなたの本当の望みをじっくりと考えてみましょう。結局のところ、引き寄せで必ず大きな額のお金が入ってくるとは言い切れませんが、必ず自分の欲しいものやしたいことというのは、お金があろうがなかろうが自分で無理だと思わない限り達成されます。この心境になれたとき、あなたのお金に関する悩みというのはなくなっているでしょう。誰しも皆、自分で選んだ経験をするために、自分の意志でこの世に生まれてきています。あの世は素晴らしいところかもしれませんが、この世にはこの世でしかできない経験がたくさんあります。その経験をするために、この人生を生きているわけで、無駄なことなど何一つありません。そして人は輪廻転生を繰り返しますが、今回の人生は一度きり。人のことを気にしている場合ではありません。本当に自分がやりたいこと、なりたい自分、そこに意識を向け、自分に許してあげるだけで、現実はその方向へ動いていきます。思考によって現実を想像できる。この力は誰しも例外なく持っています。それを自分の望む人生の創造に使いさえすれば良いのです。この動画に出会ったあなたは、その方法を手に入れたわけですから、あとは自分で実践してみるだけです。実践しなくては何も変わりません。動画を見ただけではダメですよ。その代わり、実践していけば、必ずあなたにとって良い方向へ現実が変わっていくことを、私はここに自信を持ってお伝えします。